アドです。今はまだ一人です。本日のゲストの講師の方をお待ちしている状態です。すごい緊張します。そうですね。私はそもそもあまりボカロ P さんだったり他の活動者の方とお話しする機会っていうのがもうほとんどないので、それもあって緊張しますし、ましてやもう今ラジオを聞いている皆さんがもう待ち望んでいる方あの方をお待ちしているということで、私はすごいドキドキです。緊張します頑張ります。頑張ります。頑張りますこれはどうしようどうしたらいいですか。もしもしはいもしもし聞こえてますか。はい、聞こえています。はじめまして、アドさん。はじめまして。本日よろしくお願いします。はい、シュドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お初におしゃべりさせていただきますけども、本当についに、ついにですよ。自分らで言うのちょっとあれですけど、そうですね。いや結構いろんなとこで僕ら喋ったことないって言ってはいるんですけど、はい。でなかなか信じてもらえないというか、これマジなんですよ。ブランディングとかじゃなくてそうなんですよね。そうなんです。本当に初対面というか、もう初対談って感じですよね。ちょっと1年分ですか、いろいろお話できたらなと思いますんで、本日改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。とはいってもアドロックスなんで、アドさん主役なんで、めちゃめちゃいろいろアドさんについて聞きたいこといっぱいあるんですけどもなんかもう早速ちょっとめんどくさい彼氏みたいな質問なんですけど俺のことを最初何で知ってくれたんですか。やっぱそっからスタートから話したいんですけど。そうですね。私はやっぱり邪魔とかですよかね。邪魔とかバカあたりだったと思います。あれが投稿されたあたりですか。投稿されてしばらく経った後、でもビターチョコデコレーションが出る前あたりですね。すげえ。そうですね。それでこれは歌ってみた、やりたいと思ってそこで歌わせていただいたのがきっかけですね。じゃあビタチョコ前ってことは2018とかそこら辺ですよね。そんな前ですか。前ですよ。うわすげえ。そこでもでこの逆のあれなんですけど、僕もそこでアドさんのこと知ったんですよ。邪魔の歌ってみたで。ありがたいです。あれがなんかの表紙にネットで流れてきて聞いて、確か、なんか TikTok 使われていた覚えがあります。そう確かなんか友達かなんかがなんか TikTok やってて、お前の曲使われてるよって言われて、なんか聞かせてもらったらとんでもない癖で歌ってらっしゃる方がいてなんだこれと思って、これちょっとセンスいかちいぞと思って、誰だって調べたらアドさんって出てきて、そうなんですね。この方なんかその前も字面はいっぱい見てたので、そこで、お声と名前がつながってみたいな感じでしたね。嬉しいです、ありがとうございます。もうあそこから正直最初の印象からかなり僕はやられちゃってまして、とんでもない人いるなと思ってそうですね。でも結構なんか今はなんか自分で言うのもあれですけど、当時はすごいなんかギャンな歌い方していたので、周りからもすごい喧嘩したらすごいボコボコにされそうみたいな、なんかそういったちょっと怖い印象を持たれていて、でもちょっと分かりますね。あれ音源だけしか知らなかったらみたいなそうですよね。歌い方とかっていうのはどうして生まれたんですか。あれは何かこういう人を真似たとか、自分がこう編み出したとか、いろいろどういう流れがあってああいった歌い方にたどり着いてたんですか。そうですね。私も結構曖昧なんですけど、自分の好きな歌い手さんが、結構たくさんいて、その方の歌い方とか、あとは椎名林檎さんとか、倉橋陽子さんという方が出たちょっと後で話しましょう。この話ちょっとあるんで、その方たちの歌い方とかすごく好きで、そこをリスペクトしているところもあったのと、あと、結構シュドさんの邪魔とかバカとかって結構歌詞が何ですかね、もうなんか
ストレートに物騒というか、はい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 、結構攻撃いや的な、これより褒め言葉ないですよ。これ最高の褒め言葉ですはいはいそうそれが私はうわすごいこんな、はいこんな攻撃的でなんかもうはいはいなんですかこの憎悪のすべてみたいなあー楽曲がいえいえいえあるんだと思って、なんかその歌詞をなんか自分はまんま表現できたらいいなと思って、結構なんかギャリギャリななんかギャンギャンなはい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 ちょっと表現にそうですね、不安定な歌い方になったのかなっていや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 感じがします。僕今ちょっとちらっと名前出たんでやっぱここどうしても話したかったことなんですけど、はい僕その Ado さんから要はうっせよというか曲のご依頼をいただいて、はいそれをもう正直来た時点でもうこんなの即やるに決まってるじゃないですかって思ってはいたんですけど嬉しいです。はいそれを改めてこれはやって正解だったなというかこれはやるべきだって思ったきっかけの一個が、はい僕そのご依頼来たあたりで Ado さんが確かツイキャスかなんかで配信なさってたんですよ。はいでそれ聞いたらはい当時多分16か17歳の Ado さんが、はい先ほど出た倉橋よえ子さんはいはの「トラレケ」って曲を確かあ歌ってらっしゃって、はいはいはいでぶっちゃけその Ado さんの、ね、世代では全くないと思うんですよ。僕の世代でも結構上の方が知ってる感じだったんで、それを1617でこんだけがっつり歌ってしかもかっこよかったんで、いや嬉しいこれは絶対やりたいと思って仕事を受けさせていただいたっですていうのがいやありがとうごあったんですよ。ざいます。ツイキャス聞かれてたの恥ずかしい聞いてました聞いてましたバチバチ聞いてました。やっぱそういう調査欠かさないんで、はいいやもう恐縮ですし恥ずかしいですいえいえてかもう今となっては僕の親も Ado さんのファンなんで、なんかラジオでお話しされていましたよね。ありがとうございます。逆に毎回聞いてますね親が。あありがとうございます。今日もこれ Ado さんと喋ってくるよって LINE したらはいマジかみたいな。地元の僕栃木が地元なんですけども、はいそこの CD 屋にも要は Ado さんのアルバムのポップとか出てたらしくてですね、めちゃめちゃ親も喜んでおりましたね。いや嬉しいですねそれいやは。ありがたい限りです。でもそういった流れがあって実際うっせぇわにつながっていくわけじゃないですか、お互いネットでやってたとこから、それが出たのからもう1年は経ったんですけども、はいなんかいろいろありましたけど、ちょっと先にやっぱ、これやっぱ男として謝っときたいのがちょっとやっぱ未成年に書いていい歌詞だったのかどうかっていうこの治安の悪いそうなんですよ。インタビュー見たんですけど、いやお酒継いだことねえしみたいなこと言っていやそうだよなと思ってだよなと思って、そうですね。そうなんですよ。もちろんそれは分かっていて、ただああいったテーマにさせていただいたのって、さっきも出たんですけどもう曲の依頼が来る段階でもう僕めちゃめちゃ Ado さんの表現っていうのがもう十分成立してる方だなと思ったので、その方からご依頼がせっかく書かせていただけるのであれば、全くマジで普段通りの自分でやろうと思ったんですね。そのAdoさんが歌われるからなんかちょっと曲の内容をちょっと女性の目線でとかにしようとかそういったものマジで一切抜きで、本当に普段通りのものにしようと思って投げた結果、投げた後ちょっと1週間後くらいにこれ果たして大丈夫だったのかって自分で思うくらいだったんですけど、そしたらまさかの Ado さんたちからもう一切の直しなしでこれでいきましょうって言われて、マジかと思ってそうですね確かにセンスバカイカチと思ってやっていただいた感じなんです。あれどうでした最初見た時。いやもう単純に私はもうシュドさんのファンなのでいつも通りのシュドさんだってそうなんです。良くも悪くもすぎてちょっとマジで考えもんだなって感じなんですけどでもこれなんか全然なんか悪い意味とかでもなくて、これがメジャーデビューの楽曲だってなると自分でもいかついそうなんですよ。いかついんですよとにかく。あれ歌われるAdoさんもそうですけど、あれで行こうってちゃんと後押しした周りのスタッフの方もだいぶやばいやつらっすよね。いい意味でですけど、もちろんいい意味でなんですけど、かっこいいなって思ったんですよね。なんかその社会人目線みたいなのもすいません本当僕の主観でいっぱいねじ込んじゃったんですけども、そういった経験は実際Adoさん的にはないわけじゃないですか現実的に。その自分に経験ないものを歌うっていうことに関してはなんかどういった思いとかがあったのかなって伺いたいんですけど。そうですね当時は高校3年生だったので、一応学生として
そのメジャーデビューしてからはいろんななんかお仕事いただいたりとか、はいいろんな方とお話しするきっかけとか機会があったありましたけど、やっぱりその自分は社会に出ていない身だったので、はいその社会人の世界っていうのは想像とかなんかドラマとか映画とかなんかそこのシーンではいはい考えるっていうなんかやっぱり自分の中経験じゃなくて自分の中で考えるものとかやっぱり思考の中にあっただけなので、そこを忠実になんか細かく歌うとかは難しかったんですけど、やっぱりそのうっせぇわっていうそのまあ簡単に言えばなんか怒りの感情みたいな、そうですね。やっぱりそういったものを私もそれこそ邪魔とかバカの時も私はなんかちょっと物騒な話、そういった感情を思いながら歌ったところもあったので、はい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 。その2つと一緒でやっぱりその怒りの感情っていうのは共通している、学生でも共通している部分はあったのそうですで、ね。だからそこをいかにどうこの「うっせぇわ」という歌詞を強く出せるか、逆にそこで少しかなかったですかね。だから自分の中でその感情の共通点っていうのを見つけてっていうことですよね。はい、そうですそうです。でもなんか僕は結果的になんですけども、はいそのジャッジがすごく結果いろんな年齢の方に聴いていただく曲になったのかなとも思うんですね。変な話、これで実際に経験がある方が、社会人経験とかがある方が主観だけで歌ったら、それはもちろんそれはそれでかっこいいと思うんですけども、なんかそのあくまで一つの表現にしかならないのかなと思って、まあ、僕も全然頭はいい方じゃないんでそこまで考えてたわけじゃないんですけども、はい、自分の主観の主観で作った曲にその Ado さんの表現のセンスをこうまくぶつけてもらうことで、結果それがポップスとしての耐久性につながったのかなっていうのがあって、めちゃめちゃ感謝と言いますか、本当そこは改めてありがたいなという。いやもうこちらこそです本当に。いえいえいえ。でなんかしかもこれも今だからどれくらい言っていいか話か分かんないですけど、はい、最初僕デモ作って Ado さんに投げた時、一回こうしてくださいって戻りがあった時に、はい、そのキーをなんか4個か5個くらい上げてくれって言われたんですよね確か。はいはいはい。で俺最初から一応女性が歌うキーで設定してたのに4個か5個、要は分かんない人のためにカラオケでピッチ上げるマシーン5個分高くするみたいなことなんですよ。そんな高く上げて歌えるわけないじゃんって最初思ったんですよマジで、はい、でどうやって歌うのと思って、はい、で帰ってきたらまさかのああいうサビで裏声使って持ってくっていうのやってて、はい、うわーみたいな、してやられたっていうかこれ俺の中になかったわみたいな。はい、本当にだからその自分だ、これ曲作ったのは自分ですけど、ああいうやり取りとか表現含めて本当になんていうんですかね、お互いで一緒になって作っていけたなってのはありましたね。サビ裏声で持ってくアイデアとかうっせぇうっせぇのところの、いやあれはちょっとすごかったですね。ありがたいです。衝撃的でした、ね。そうですね。でも本当は正直なことを言うとはいはい、そのサビのうっせぇうっせぇうっせぇの部分は自分的には地声で張りたかったんですよ。はい、ああそうだったんですか。